最悪だわ、いろいろと。もうダルエスサラームマジですね。ということで、エコノミー席ですね。今回も35ドルです。船に入場しました。フェリーの船内はこんな感じですね。で、窓際に座りたいって座りたいんですけど、今回ちょっとでかい荷物も船内に持ち込んだので、今回は前にスペースがあるこの席にしようと思います。でかい荷物はこっちに入れてってことだったので、ちょっと席移動してきました。9時36分にフェリー出発しました。11時20分、ダルエスサラームに着きました。帰りは結構揺れましたね。あと船内寒かった。フェリーターミナルの入り口がこんな感じで、出口がこんな感じで、いろいろめちゃくちゃなので、いろいろと気をつけてください。フェリーターミナルから離れたところでボルトを呼んだんですけど、なんか乗ってないのに勝手に乗ったことにされて、しかも到着したことにされて金課金されましたね。最悪だ。後でちょっとボルトに問い合わせて返してくれるように頼むけど、であとeSIMがもう電波悪すぎて、もう満足にボルト使えなくて、で歩こうと思ったらめっちゃ雨降ってきた。見えるかな、めちゃくちゃ今雨降ってる。最悪だわ、いろいろと。もうダルエスサラームマジですね。あとeSIMもダメっすね。やっとボルト捕まりました。もう電波は不安定だし、あとどっかの国でもよくあったお前はどこにいるんだってわざわざ聞いてくる、アプリ見りゃわかんだろうっていうが多くて、やっとまともそうな人が捕まりました。はい、予約しているホテルに着きました。ボルト料金3000シリングでした。今日から泊まるのはこちらクラウンプラザホテル。またいいホテルに泊まっちゃいます。でここはこんなに素敵なレストランがあって、ここにはちっちゃいけどプールがありますね。外も気持ちよさそうです。でプール誰も入ってない。ちょっとちっちゃいですね。でも気持ちよさそうですね。はい、まだ12時半だけどチェックインさせてもらいました。ベッドがあって無料の水が2本ありますね。でテレビに使いやすいデスク、最高で、ここに冷蔵庫あります。でクローゼット、セーフティーボックスもあって、クローゼットも広々としてていいですね。であんまり眺望いいわけじゃない工事現場だけど、一応バルコニーがあります。でもちろんエアコンがあって、あと水回りですね。歯ブラシがあるなんて珍しい。ハンド&ボディウォッシュ2つなぜかあります。でサニタリーバニティキット、ソーウィングキット、シャワーキャップで、こっちがトイレで、シャワーですね。でこっちは、ハンドボディウォッシュ、コンディショナー、シャンプーと素晴らしいですね。でここに石鹸もありました。Wi-Fi はそこまで早いわけじゃないけど、これぐらいあれば助かります。ちなみにテレビでは YouTube が見れますね。最高です。でこちらのクラウンプラザダルエスサラム by IHG、というホテルですね。こちらに2泊します。トリップドットコムで予約して2泊素泊まりで 27,410 円です。こういった世界的チェーンのホテルなんで、それなりの値段するのはしょうがないかなと。では今からですね、ホテルから歩いて10分ぐらいのところにクレカ使えそうなスーパーがあるので、そちらでちょっと買い出ししようと思います。クラウンプラザホテルの周りはこんな感じの街並みですね。ダルエスサラームに最初着いた時に泊まった日光タワーズホテル、あの辺の周りよりはちょっと綺麗な感じで、ごちゃごちゃ感は少ないですね。こちらのシュリジーズスーパーマーケットというところにやってまいりました。オフィスビルっぽいところの中にあったクレカ使えるということで素晴らしい。完全に地元の方が来るっぽいところに来ちゃいましたね。いろいろドリンク類を揃ってますね。で本当スーパーなんで当たり前なんですけど、日用品もちゃんといろいろと売ってます。ただ正直何か面白いものがあるわけではない。急にビーチサンダルがあったのはちょっと面白いけど、特に変わったものがあるわけではない。いいでしょう。買い物しました。ちゃんとクレカ使いましたね。ではホテルへ戻ります。ホテルへ帰ってきました。でこちらスーパーで買ったもの、オレンジジュース、スプライト、あと変なお菓子で歯ブラシ3本、合計 21,700 シリングでした。では今日はこのまま動画編集作業をしたいと思います。はい、時間は夜7時3分になりました。夕飯食いに行くんですけど、今日はホテルのレストランで済ましちゃいます。メニューはこんな感じですね。しょうがないんだけど超高えでこっちがワインリストです。まずはビールということで、こちらサファリというビール、まだ確か飲んでなかったと思うので、まだ飲んでないタンザニアビールサファリいただきます。
これも結構苦味が強いかな。おつまみでナッツもくれました。食べ物はですね、久々に肉料理にしようと思ってスワヒリマシカキっていうやつを頼みました。スワヒリスペシャリティーズっていう枠の中にあって、で説明書き見たらなんかビーフとチキンの串焼きっぽいですね。スワヒリマシカキ、それを頼みました。思ったより早く持ってきてくれました。これがスワヒリマシカキです。で上の2本が多分チキンだね。で下がビーフでしょうね。超うまそうじゃん。いただきます。日本の焼き鳥みたいにこのままいっちゃいましょうか。まずチキンですね。いただきます。めちゃくちゃうめえ。これ味付けはバーベキューって感じ。バーベキューソースがついてる感じ。めちゃくちゃうまいです。身がねプリップリしてる。続いてビーフもいきます。めちゃくちゃうめえ。ビーフも味付けは一緒な感じですね。バーベキューソースって感じでめちゃくちゃうまいです。やっぱ高級ホテルのレストランで高いだけありますね。めちゃくちゃうまいです。これもうねビーフなんて肉の質が良すぎるから、味がほぼステーキです。ステーキめちゃくちゃうまい。でもちろんチキンも一緒。もうチキンも質がいいからチキンステーキマジでうまい。ごちそうさまです。お会計64,000シリングでした。はい、部屋に戻ってきました。では、動画編集作業をして洗濯をして今日は寝ます。おやすみなさい。おはようございます。朝食付きのプランではないので有料になりますが、ホテルの朝食をいただいております。朝食は53,000シリングでした。改めておはようございます。7月3日木曜日昼の1時58分になります。動画編集作業の進捗によってはダルエスサラームの観光を諦めようかとも思ってたんですけど、今日なんとか久々にアップロードできたんで今から観光に向かいます。ではボルトで力車呼びたいと思います。5、6分待ちましたがボルトの力車来てくれました。今日のダルエスサラームは日陰だと涼しくてめちゃくちゃ気持ちいいです。インドみたいに配車アプリで力車が呼べるのはいいですね。気持ちいいです。普通の車より安いしね。ボルトの力車2000シリングでした。で着いたのがナショナルミュージアム・オブ・タンザニアです。ただ Google マップによるとナショナルミュージアム&ハウス・オブ・カルチャーっていう風になってますね。で今門入った入り口のところでなんか名前とか国籍とか書かされました。入場料クレカで払えたので払って入場しました。で入場料15,000シリングなんですけど、タックスが 1.5% とかなんかそんなんで決済されたのが15,559.95 シリングっていうめちゃくちゃ細かい。なんか払う時笑っちゃってなんで笑ってるんだいっていう聞かれちゃいました。建物の中に入ったんですけど、なんて言えばいいのかな、なんか小学校みたいな感じ。どっち2階もあんのかな。とりあえずこっち行ってみましょうかと思ったらなんか図書室みたいなところに出てきちゃった。本当に小学校みたい。2階かな。じゃあ2階か。よくわかりませんが博物館らしくはなってきましたね。タンザニア同行というよりは人類の歴史からたどるんですかね、この博物館は。この辺は動物系ですね。動物系の化石的なものがあります。事前勉強予習不足で申し訳ないですけど、なんか謎の多い博物館ですね。もっと予習してから来ればよかったかな。この像はちょっとすごいね。これあれですね、ザンジバルのプリズンアイランドの博物館でも見ましたね。奴隷の方がこういったものを運ばされていたっていうやつだと思います。でこの部屋の中はロックアートギャラリーって書いてありますね。どういうこと？ロックなんで岩ってことでしょ。ああ、そういうことか。たまにある岩山に絵を描いているっていう、そういうことか、アートって。こんな感じで昔の人が岩に描いたり彫ったりしたもの、それを紹介しているギャラリーってことですね。でこっちはコンテンポラリーの、普通のアートギャラリーってことですかね。この辺は普通に描かれた絵ってことですかね。絵のギャラリー。前にもお話したことがあると思うんですけど、私は鳥山明先生が世界で一番すごい方だと思っているので、あまりこういった絵にはちょっと興味惹かれないですね。鳥山明先生の絵が見たいです。小学校みたいな建物から外に出てきました。向こうになんか模型というかあるけど、博物館の中庭って感じですかね。てか真ん中の木がすげえなあれがすげえな。向こうの建物から出てきてここぐるーっと回ってきたんですけど、
これ以外になんかあんのかな。よくわかんない博物館ですね。下に降りてきたんですけども、ここレストランにもあるんですね。なんかすげえいい匂いがする。あっちの建物行ってみましょうか。もうなんかよくわかんねえでもやっぱこの木が一番すごい気がするんだけど、でも申し訳ないけど今まで見てきた展示物よりもこの木を見に来るべきなんじゃないかっていうレベルですげえなこれ。そしてさっき上から見た模型は恐竜のようですね。なんかゾイド的な感じ、ゾイド的な恐竜ですね。あの恐竜のハス向かいぐらいにあるここがナショナルミュージアムだったんだ。じゃあ今までは何だったんだ。まあいいや、こっち入りましょう。ナショナルミュージアム。今中に入ったんですけど何にもなくね。何これ何もないんだけどこれあれか、前はここがナショナルミュージアムだったのがさっきの小学校みたいなところに移したってことか。なんもねえじゃん何もないナショナルミュージアムでしたまあ多分そういうことですよね。さっきの小学校みたいなところに移したんでしょう。じゃあなんでここ開けとくんだっていう気がするんですけど、旧ナショナルミュージアムの横にこんなのあった。これいいじゃん。これすごいじゃん。なかなかでかい飛行機の模型なのかな。前実際に使われてたんですかね。でもこっから入れないっていうのがちょっとどうなの。こっから眺めることしかできないけど、中入れるようにしたりしたら結構人気出ると思うんだけどね。ナショナルミュージアムオブタンザニアは以上になります。正直言うと、入場料は安めだけどどうなんどうなんって感じですね。はい、それでは次の目的地へ向かいます。てかね、相変わらず電波がないんですよ。電波がエアロの eSIM を買って使ってるんですけど、マジで電波がないんですよ。これエアロが悪いんですか、それともこの国地域が悪いんですか、どっちなんですかやっぱまだまだ eSIM より物理 SIM の方がいいっすよね。付け加えると楽天モバイルも全く1秒たりとも繋がってません。歩いて 5,6 分ぐらいで着いたのがアザニアフロントカテドラルっていう大聖堂、教会になりますね。タンザニアはムスリムの方が多いような印象でしたけど、教会もちゃんとあるんですね。この時計塔はなかなか素敵じゃないですか。時間が15分ぐらいずれてるけど中入れそうなんで見させてもらいましょうか。でも結構中は思ったよりこじんまりとしてる感じですね。ほとんど人いないですね。こんな感じなんだ。でもステンドガラスが結構綺麗ですね。いいじゃん。それで次行こうと思ってるところが結構遠いので、ボルトで、リキシャか車を呼びたいんですけど、携帯の電波が一切繋がらない。どうしよう。ちょっと粘ってみます。やっとボルトのリキシャ捕まえることができました。不安定なの勘弁してほしいわ。遠いとこだったんで35分ぐらいかかりましたね。でボルトのリキシャ代8000シリングでした。でやってきたのがムエンジウッドカーバーズマーケットというところになります。ここには違う名称が書かれてますが、Google マップ上だとムエンジウッドカーバーズマーケット、タンザニアの民芸品、工芸品、美術品とかが売られているマーケットのようです。いきなりこの青い服のおっちゃんに自分の店見てってくれって言われたんで一応見ます。この中なのね。タンザニアというかアフリカっぽい感じですね。この動物が描かれたコースターちょっといい感じかもしれないですね。荷物に空きがある方はどうぞ。私はない。このお皿はストーンだと石でできてるそうですね。結構重いです。ということで青い服のおっちゃんのお店見せてもらいました。そんなにしつこく買えとか言われなかったんでいい感じでしたね。他の店も見ていきましょう。こういうバッグとかちょっと可愛いんじゃないですかね。私が現れたらもうお店の人がこぞって集まってくるんですけど、そんなしつこくないですね。それがなんかいい感じ。この店ちょっと広いしちょっと見てみようかな。T シャツとかも結構売ってますね。ここすごいな。アクセサリー類がすごい豊富です。こういうのがたまんない女子とか結構いるんじゃないですか。でこれおそらくまた石のストーンでできたお皿ですね。サンダルも結構ありますね。こっち側は工芸品が多いですね。また別の店に来たんですけどバッグ類が多いかな。このお店はこういう小物類も結構充実してる。これ財布でしょ。いいんじゃない。結構で、あとはもうジャラジャラ系のアクセサリーがすごいですね。アフリカっぽいっちゃっぽいのかな。こういうマグネット類もちょっといいな。この後日本に帰るんだったらちょっと買いたいな。なんかちょっとこれ良くない。タンザニアの国旗。こういうアート作品を置いているお店もありますね。なかなかいいじゃない。このお店なんかはもうアート特化って感じじゃん。これ売れるのかな。売れるから売ってるんだろうけど、このお店は帽子とかあと洋服とかも結構素敵なものも含め
売ってますね。こういうマーケットでかなり興味を持ったのはガーナ以来かな。ガーナのアクラにもこういうとこあって結構好きだったんですけど、ここも結構好きっすね。お土産買うのにぜひいらしてみてください。はい、じゃあ次行きます。またボルトで力車やろうかな。はい、すぐにボルトで、力車捕まりました。はい、目的地に着きました。ボルトの力車7500シリングでした。で、着いたのがスリップウェイという地区になります。で、ただホテルに来ちゃいましたね。このホテル以外にショッピングモールとかもあるみたいなので、そこを目的に来ました。で、ちなみにこのスリップウェイっていうなんていうの地区というのかなはダルエスサラームの中で一番治安がいいって言われてるみたいですね。ダルエスサラームの中心部もそこまで治安悪いようには感じないけど、でこっちのことかな。これももしかしたらホテルの敷地内ってことになるのかもしれないけど、なんかお店っぽいの結構ありますね。で、このスリップウェイの地区は欧米の方も結構いっぱい来るみたいですね。目の前にもたくさんいます。スケッチャーズのアウトレットストアとかあるよ。確かにお店いっぱいある。こっちにもいっぱいあるじゃん。で、こうザ・スークって書いてあるからマーケットになってるんだね。で、ここにはクロックスもあります。いいね、いろんなお店ありますね。そしてこのスリップウェイは海岸沿いにあるんですよね。だから海が見えます。綺麗ですね。もう少ししたら夕日の時間かな。今通りかかったお店がタイカニって言ってタイ&寿司レストランだって。タイと日本の融合最高じゃないですか。食べようかなここで。今スリップウェイホテルの横にあった銀行で余ったタンザニアシリング6万シリングをアメリカドルに両替してました。今5時9分なんですけど、タンザニア最後となる食事になるかなを食べようと思います。さっき言ったタイと日本の料理タンザニア料理じゃないんかい。ここで食べます。はい、ということでタイカニーレストランですね。で、お酒もたくさんあります。で、ただそんなにお腹減ってないから軽めのものをなんか食べようと思います。まずはビールキリマンジェロ。私の記憶だとタンザニアビールの中で一番気に入ったのがこのキリマンジェロだった気がするのでこれにしました。食べ物がですね、まさかのパッタイにしました。エビのパッタイ。パッタイってタイ風焼きそばのことなんですけど、タンザニア最後の食事が日本とタイ料理の店でゴリゴリのタイ料理を食べるという。いただきます。レストランに入った時は結構曇ってたんですけど、太陽出てきましたね。綺麗な夕日が見れるかもしれないです。はい、できました。プローンパッタイですね。エビのパッタイめっちゃうまそうじゃん。いただきます。ではいただきます。パッタイ美味しいんだけど、タイで食べる独特の味というかそういうのはない。誰でも食べやすいような味になってる感じ。あれかな、なんかナンプラーかな。ナンプラーっぽい味がないっすね。うまいけどエビですね。エビは普通にうまいみんなが知ってるエビの味。良くも悪くもタイっぽいナンプラーっぽい味がしない。ちょっと残念、個人的には。エビ以外の具材としては、もやしとかネギとか、あと卵、あとこの厚揚げみたいな豆腐みたいなそういうのが入ってるのは結構タイっぽいですよね。具材はタイっぽいです。はい、ごちそうさまでした。お会計39,500シリングでした。クレカ OK。 海岸沿いのビーチに謎の岩がありますね変な形だな。そして夕日ということで綺麗です。この夕日ずっと眺めていたいとこなんですけど、もうちょいしたら雲の裏に隠れちゃいそうだね。なので私はそろそろ退散しようと思います。ではまたボルトで力車を呼んでホテルへ帰ります。力車にしようと思ったんですけど、普通の車の方がこの辺り多かったので普通の車を呼びました。はい、ホテルへ戻ってきました。で、ボルトの料金9500シリングでした。はい、それでですね、なんで今日夕食を5時とかそんな早い時間に食べたかというとですね、明日タンザニアを出国します。出国するんですけど、そのフライトがですね、朝5時10分だったかな、なんですね。なので1時2時とかには空港へ向かわなきゃいけないので、今からちょっと仮眠というかちょっと一応寝ときたいなと思ったので早めに飯を食いました。で、今から寝て深夜に起きて空港へ向かうという流れになります。
ます。なのでちょっと時間ないと思うんでちょっと早いんですけどホテルの評価をします。星5つ中、4つでいいかなと思いますね。料金はそこそこやっぱするんですけど、ただ他の世界的チェーンのホテルに比べたら安かったんですよ。部屋はやっぱり綺麗で、ちょっとハエが1匹ずっと飛んでるんですけど、部屋は綺麗だしアメニティは揃ってるしっていうところで星4つとさせていただきます。では今からちょっとだけ仮眠します。おはようございます。7月4日金曜日、夜中の1時28分です。なんとか起きれました。では今からホテルチェックアウトして、ボルトで車を呼んで空港へ向かいます。ホテルチェックアウトしてボルト呼んだらすぐに捕まったので、空港に向かってます。はい、空港着きました。ボルトの料金15,500シリングでした。この時間なんで道路めちゃくちゃ空いてて20分かからなかったですね。15分ぐらいで空港に着きました。ではチェックインしようと思います。空港の制限エリア内に入ってきました。タンザニアのまとめをしたいと思います。タンザニアは結構ポテンシャルがすごいかもしれないですね。かなり観光の潜在能力高いと思います。私は行ってないんですけどキリマンジャロもありますしね。私が行ったザンジバルも良かったですね。ダルエスサラーム自体はそんなに楽しいところでもないような気もしましたけど、ザンジバルはやっぱ良かったですね。やっぱナクペンダサスですね。あそこはもう本当海がめちゃくちゃ綺麗で良かったです。だからザンジバルがあって、で私は行かなかったけどキリマンジャロもあるっていうことで、あとはあれですね、これも私行かなかったんですけど、サファリもケニアにも負けないぐらいのサファリパークがあるらしいので、本当ポテンシャルは高い国だなと思いました。ちょっとまたタンザニアはまた来る可能性あるかなって思うぐらいですね。次向かうところはですね、ちょっとアフリカ一周っていう経路がちょっといびつになっちゃいますけど、次は南アフリカ共和国に行ってまいります。まずはケープタウンに行きます。ここからですね、ダルエスサラームからケープタウンへの直行便はあるのかどうかちょっとわかんないですけど、ちょっとなさそうでして、私が航空券探した時はヨハネスブルグで乗り継ぎをしてケープタウンへ今日中に行く予定でございます。航空会社は南アフリカ航空ですね。ということで次回は南アフリカケープタウン編になります。このダルエスサラーム編、そちら以上になります。面白かった、役に立ったとか思っていただけたらチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それでは次回南アフリカのケープタウン編でお会いしましょう。